こんにちは。第4回ですね。最初に使うキャラはラルフ。ディズニー映画のシュガーラッシュからのゲスト参戦ですね。ちなみにソニックもシュガーラッシュにゲスト出演しています。コースはドクター・キュリアンの館ハウス・オブ・ズ・デッドからのコースですね。前作と違って全体を走るおかげでそれらの要素がごちゃ混ぜになった感じです。今作ではゾビオとゾビコがレーサーとしては参戦してないのですが、このコースにいます。1周目と2周目は共通ですので、その間に原作の紹介です。シュガーラッシュはゲームの世界を舞台にした映画です。メインストーリーはもちろんディズニー側のキャラで話が進みますが、ゲストに様々なキャラクターが出演しており、大手ゲームメーカーとしてはナムコ、カプコン、ニンテンドー、セガのキャラが登場します。セガからは先ほど話したソニック以外にもエッグマンが、ただしソニックは喋るのにエッグマンは喋りません。ハウス・オブ・ズ・デッドからはオノゾンビルとシリルが、中央機からはラスボスのセガランベイダーが登場します。ちなみにシュガーラッシュとは作中のレースゲームのタイトルだったりします。実を言うとラルフはフィックス・イット・フェリックスという作品の中の悪役、怪力で暴れる役みたいな感じでレーサーではありません。本編ヒロインでレースゲーム側の主人公のガメロケが特殊能力込みでゲーム向きだったのですが、ラルフの方がまさかのレースゲームに参加することになりました。ちなみに勝利時のセリフが複数あるのですが、その時のセリフからすると本編の途中の可能性があるので、それだとガメロケがある理由でレースしないのも納得がいくんですがね。まあ実際は PR の目的とかネタバレ防止とかでしょうか。映画自体ですがディズニーらしいお話とともにゲームの世界を楽しめるのでおすすめです。特典映像もなかなか興味深かったり共感できる話が聞けたので円盤もおすすめですよ。2作目もありますがゲーム要素は薄いので私からはノーコメントで、2周目なので走り方の解説です。最初の階段はどちらでもいいのですが、登った先は必ず左の方に行くので自然に曲がれる右側がおすすめ。カーブ内側にあるキボックスはトリプルブーストなのでできれば入社しましょう。階段を上がった時はトリックのチャンス。またコースのあちこちにクリーチャーがいて邪魔なのでぶつからないように注意。屋根の上にも雲のような敵がいます。ドリフトチャージ中にぶつからないように位置調整しましょう。モードのパートでも今までと違って樽がたくさん引いています。ぶつからないように。このゲームって水上にあるものって大体ジャンプ台だからぶつからないようにするの忘れがちですよね。しかも波打つせいで樽がたまに沈むので見えにくいのがこの上なく厄介です。ボートが埋まった後の通路は電気が一定時間で流れます。基本インコースが危ないので安定取るなら外側に。まあぶつかってもダッシュパネルに触れた場合はほぼ相殺できてるのでそんなに気にしなくてもいいかもしれません。3周目は早速中央に地下への階段ができており下に向かいます。この時トリックしたくなるのですがしてしまうと速度が乗りすぎてたまに前の壁にぶつかってしまい減速するのでやめておきましょう。正面から樽が転がってきます。トップの場合は右の1つ目がパネルに重なるので注意。回避しましょう。ライブ会場に抜けたらすぐ右に入るとスーパーグローブがあるショートカットでできれば取っておきたいのですが割と急なカーブなので無理はしないように。正面によく見ると壁がない場所が1箇所ほど。ここをまっすぐ進むとショートカットですが墓石があって障害物なので注意。グローブがあれば安全に抜けれます。途中のキボックスは花火3個です。あとは少し進めばゴールですがこのステージの隠しゴールをご存知ですか。せっかくなので手短に映像を交えて紹介しましょう。その前に勝利演出をご覧ください。おめでとう1位だ。イベントクリア。任務完了であります。軍曹 CPU が速すぎると順位確定で強制終了になるため最低難易度でやっています。ゲームスピードが遅いため2倍速です。3周目でわざと逆走しますが見ての通り進んでも途中で逆走がなぜか解除される奇妙な挙動が見れます。これで進み続けると
必殺技は鉄球大回転。2つの鉄球が自分を中心に回ります。シンプルな近接攻撃ですね。エアショット。ロケットエンジン。次使うキャラはギリウス。ゴールデンアックスでプレイヤーキャラとして使える一人で、ドワーフ族で150歳となる最年長の老戦士ですね。ちなみに日本語版ボイスを実は担当した人がいるのですが、声優さんがすでにお亡くなりになっていたためか、本作では残念ながら英語音声のままです。ステータスはハンドリングやアクセルを捨てて速度に特化しています。原作でも大きな斧を振り回す分かりやすいパワー系です。コースはデスアダーキャッスル、同じくゴールデンアックスから3形態を使い分けて、各場所のギミック的に操作も結構忙しいコース。若干障害物が増えるものの、1周目と2周目は通る場所が同じため、1周目のうちに原作の紹介です。ゴールデンアックスはアーケード原作のベルトアクションゲーム。ベルトアクションとは横スクロールで進み、一定の箇所で出てくる敵を全部倒した先に進めて、その間に落としたアイテムとかを駆使してやりくりしていって、最後はボスを倒すって感じですね。開発は忍びと同じチームが担当しています。シリーズ展開はアーケードで続編が1つ、家庭用で2つ出ました。ただ現代に至るので、移植やメディアミックスでの取り扱いは少々あるものの、ゲームとしての新作は2008年の海外限定タイトルが最後で、リマスターとかも出ていません。幸い移植の機会は非常に多く、現代のハードでほぼ全ての作品をプレイ可能です。一応通な人に突っ込まれそうなんで補足しておきますが、リメイク自体は開発プロジェクトが進んでいたんです。ただ様々な理由から開発中止となり、2020年にはこの開発中止ながらも一応動く形になったバージョンを期間限定で公式配布するということもありました。一度は挫折したものの、近年のリバイバルを見るとまた出番があるかもしれませんね。ちなみにその作品はリメイクと言いつつも、忍とベアナックルという開発者につながりが深く、ジャンルの噛み合う3作品にクロスオーバーさせたかなり面白そうなプロジェクトでした。忍は唯一復帰を果たしたのですが、これがあったら他の2作も何かできていたかもしれないと考えると惜しいですね。高パートは障害物が多いので、リスクブーストをできる限り発動しましょう。途中恐竜のような生き物の口の中にラジコンカー3つがあります。取れるかは周期に依存するので、口が開いている場合なら取れますね。なお閉じている場合はリスクブーストの対象にもなりますので、それはそれで利用価値があります。2周目は飛行パート直後の道に炎が上がっていて、その部分はダートゾーンになります。避けるように走りましょう。お城に入ったら左右に分岐になります。右はダッシュパネルが見えるので、そっちに行きたくなりますが、実は遠回りで左の方が早いです。右から来た場合でも飛んだ後は同じ場所に合流です。蛇の頭が3つ見えますが、インコースとなる一番左に直接乗る方法はありません。なので途中で左に降りて乗りましょう。キボックスが空中にありますが、中身はスーパーグローブです。その先の溶岩エリアのダメージトラップも防げるので取ると結構有利になります。取る場合は左にドリフトして距離を伸ばすとやりやすいです。炎を降らす音は移動しているので上がらないように注意。バグって壁抜けしているのでゴール前の走り方が解説できませんでした。次の週で解説します。3週目ですが、最初の飛行パートは同じです。柱をうまく使ってリスクブーストしましょう。難易度は上がりますが、ここを最速で抜ける場合は左側でドリフトしつつ、たまに来る柱を使ってリスクブーストすることです。ちなみにアイテムボックスはあちこちに置いてあるので、インコースで走ってもアイテムが取れないことはないです。3周目はこの後変形せず、そのまま飛行パートになります。門やドクロ像の手とかをリスクブーストに使います。その先はまた同じですが、途中の降ってくる溶岩が増えています。先ほど壁抜けしてしまったため、ちゃんとゴール前の走り方を解説します。該当の場所に行くまで少々お待ちください。この先ですが、1位の場合は橋が少しずつ上がっていきます。
速度がつきすぎていると測る前の橋に激突するので速度を少し落としておきましょう。降りた先左側のジャンプ台にキボックスがありますが中身はロケット花火3個です。ただタイム重視の場合はこれは無視してまっすぐ進みましょう。そうするとゴールです。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。すごいぞ、1位だ。イベントクリア。必殺技はアックススロー。誘導する斧を一番近い相手に投げます。ちなみに左右に出ているのは魔法の壺。ギリウスは魔法が嫌いという設定があるものの原作では雷の魔法を使っていたのでそっちでも良かった気がします。次使うキャラはエッグマン。またしてもスピードとブーストが高いタイプになりますがこれまでと違いどのカスタムでもハンドリングが高いという特徴を持っています。速度と曲がりやすさを両立した良い性能ですね。デザイン面でも珍しいタイヤロッコと注目ですね。コースはオーシャンパーク。ソニックチームの作品バーニングレンジャーからのコースですね。3周すべて別の場所を走るので原作の紹介はまた後ほど他のミッションとかでも訪れますのでその際にでも。早速ですが最初のコーナーを曲がった後は分岐になります。下の道がショートカットかつキボックスがあるのですが結構落ちやすい上にキボックスも必ず取れると限りません。上の道は安定して走れます。正直下に行くメリットはそこまでないので無理はしなくていいでしょう。お邪魔ぷよだ。ボックスの中身はアイスボール6個です。その先のカーブは落下はしないものの綺麗に曲がれないとタイムロスになるので難しいです。自信がない場合は上でいいでしょう。やっていませんが坂を降りる際に飛び上がった時1回トリック間に合います。ダッシュパネルの横に右側にアイテムボックスがあります。引き直したい時は取りに行きましょう。上り坂が続くのですが曲がっているためドリフトで登りましょう。道が覚えられない場合は壁を見ると矢印が出ていますのでこれに従えば曲がれます。状況を一応解説すると事故で水が入ってきていて水位が上がっているんですね。バーニングレンジャーは逃げ遅れた人の救助に向かっています。よって2周目からはボートでの移動が増えます。最初のカーブを曲がるとその先に救命ポットらしきものがクレーンで運ばれているエリアを通ります。ポットは場所によっては下に降りてくるので近づかない方がいいでしょう。次の部屋は右の柱の上にキボックス。中身はラジコンカーのみです。出口が左と右にありますが1つ目はどっちでも大差なし。その先も2つありますが左がショートカット右が大回りです。ただ左は狭めの道ですのでハンドリングが低い場合は右に行くのもありです。ストレート気味の道を抜けるとカーブになりますがこれが最初少し進んでから逆向きになっています。切り返しをしっかりして減速せずにドリフトを止めましょう。そのまま進むと3周目に入ります。最初のコーナーの左側の内側にキボックス。中身はお茶まくよ3つです。取りにくいですが取ってしまえばこのコースの通路が狭いこともあって長押しで置けば2位はほぼ確実に引っかかるでしょう。救助が完了したのかもうボットや残骸はありません。安心して走れますね。ボートパートも短くなっておりここで終了となります。この先の通路は2周目に通ったものが逆向きになっているだけです。ドリフトできれば問題ないでしょう。解説は以上です。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。ロケット花火。フィニッシュ。1位だ。素晴らしい。イベントクリア。倒せるものなら倒してみるがいいわ。必殺技はミサイルマットネス2。前作と同じく誘導ミサイルを発射。かなり優秀な誘導かつ射程も長いです。爆風は特殊じゃないですが自身のバリアにエッグマンマークが。このパート最後のキャラはエイジス。セガハードや作品の複合体ですね。ネタが多すぎるためにそれぞれの形態はまた後で解説します。ステータスはブーストが高めでス
ピードもそこそこ高いスーツになります。スピードは落ちるけどブーストで一気に加速したい場合におすすめです。コースも同じくセガエイジス、様々な作品が集合しており、背景にはオパオパ、アキラなどの前作でレーサーだったキャラクターもたくさん見ることができます。序盤は穴が多いですので落ちないようにするのが最優先ですね。少し時間があるうちに、そもそもエイジスって何という人向けの解説です。セガエイジスは過去に出たゲームを最新ハードで復刻するプロジェクトの名称です。単なる移植にとどまらず、アレンジモードやスコアアタック、タイムアタックに向けたモードも追加となっており、お得感がある作品ですね。しかも値段も控えめで嬉しい。現在はスイッチでのプロジェクトと終わりました。セールの時はいろいろな作品がさらに割引価格で買えます。スイッチ2でも新しいタイトルに期待ですね。そういえばマップが見えないのがこのコースの特徴。よって独走している場合でもライバルがどれくらいの位置にいるのか分かりにくいのが緊張感が出ますね。コース後半はトッププレイヤーが選んだエリアに行くことになります。今回は飛行機のエリアですね。回転している壁、浮いている土のようなもの、出てくるバリアは全てリスクブーストの対象です。しっかり回避して加速していきましょう。高パートは長くシンプル、背景も寂しい感じで雰囲気です。大体のプレイヤーはボードの方を選ぶでしょう。またボードの方は途中分岐もあるため、この動画では2周目からはボード側に行くことになります。よって飛行機はこれで見納めですね。出口付近のリングはリスクブーストに使えます。ここも忘れず加速しておきましょう。ワープするときに特徴的な音が鳴りますが、実はこれ周囲に関係なく聞こえます。前に独走時はライバルの位置が分かりにくいと話しましたが、音に気を配ることでおおよその距離を把握できます。位置的に取りに行くのが難しいですが、最初の方にあるキボックスは周ごとに中身が違います。1周目はロケット花火3つ、2周目はトリプルブーストです。2周目に関しては一応回収する価値があるとは思うものの、問題は壁のない道が続くことと、ところどころに穴があるので下手に加速するとすぐ落ちて無駄になることですね。今回は1位なので選択権を得ました。右に行ってボートにします。もう気がついたと思いますが、このシステムは後にクロスワールドで採用されましたね。原型がこんなところにあるとは。ボートパートは左右に分岐が数回ありますが、最速は全て右です。ただ今回はルート紹介のため左に行きますね。青い棒が見えますが、これは一定時間で赤色に変化し、間にネットが出てきます。時差があるので難しいですが、わからない場合は近づかないのがいいでしょう。エイジスのボート形態はなぜかドリームキャットのコントローラーです。当然ながらコントローラーは水に浮きません。真似しないように。ちなみに空中を担当しているのはアフターバーナーの機体だったり、すでにコースが出ていましたが、実は機体も登場しています。そして地上の担当はデートの USA という作品からホーネット号になります。原作の説明とかはまた今度ですが、車や戦闘機のようなものでもこういった形でちゃんと出てきてくれるのは嬉しいですよね。たまに遠くにいるライバルのマークが出ることがありますが、これはおそらくですがワープ内の別のエリアにいるライバルを読み込んでいます。マップが出ないので分かりにくいですが、おそらくこの真上にボートや飛行機で行く場所があるんだと思います。後半マップは2つに分かれるし、仮に映っていてもマップがややこしいからあえて廃止したのかもしれませんね。今度は右に向かいます。右はジャンプ台が多くあるのでトリックを狙っていきましょう。これは右限定というわけではありませんが、たまに起こるのみでもトリックができます。カプカプの前あたりにキボックスがありますが、中身はアイスボール6個です。このエリアだと分岐が多いのもあってか使いにくいですね。ゴール前はストレートなので2位で相手が近い時は取ってもいいかも。あとはちょっと進むとゴールですね。勝利演出と必殺技を見て終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。コースはほとんど紹介終わりましたが、まだまだキャラが残っているので続きますよ。楽しめたならぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ビジュアルメモリがうねうね動いてますが、
これは公式サイトに説明があり、エイジスことセガの神様が乗り移った結果らしいです。どこまでも謎が多いキャラですね。必殺技はホーミングミサイル。相手を追尾するミサイルを発射します。ミサイル名はある程度絞り込めるものの、このゲームでの型がわからないので、とりあえずこれで